名作の影に珍作ありイヤホンレビュー。お前毎度すごいイヤホンよりすごい変なイヤホンのレビューしてる時の方が元気だよな。ここそういうレビューだから。そんなわけで、今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。今回はベンチャー企業感あふれる、ギークオルドから、ギークオルド GK10 を紹介してみよう。ちなみに、ギークオルドは日本語に変換すると、不毛なオタクの高原らしい。なんだろう、このブランド名から感じるワクワク感。ちなみに、今回の GK10 が初のイヤホンではなく、先にも変態3ダイナミックドライバ低価格モデルイヤホン、GK3 をリリースしている。その時はスルーしたが、今回はなんで掴んだのって？このイヤホンが、ピエゾツイーター、バランスドアーマチュアドライバー、そしてダイナミックドライバの、2種類のドライバを組み合わせた、トライブリッド型イヤホンであることに加え、トライブリッドとしては破格の安さ、5000円の値札を持つからだ。さあ香ばしくなってまいりました。ピエゾツイーターは、最近になって色々なイヤホンに使われ始めたドライバだな。安価なモデルだと、センフェアの DT6 シリーズが上がるが、DT6 は音の調整がうまくいっておらず、生きったピエゾツイーターが鳴り始めると、低音が鳴りを潜める謎の力関係が出ていて、音楽を味わうどころではなかった。後の DT6 プロでは、この状況は改善されて、今度はゴリゴリのド低音機に、力関係が逆転した、トライアングル1個持ったピエゾツイーターが付き従う関係になっていたが、まともなもの、となると、ナイス HC 系の NX7 以上の価格帯にならないと出てこない。どれも1万円周辺から2万円以下くらいのモデルだな。中国のピエゾツイーター採用イヤホンは、中音域の強化にバランスドアーマチュアも導入している場合が多く、超高音域にピエゾツイーター、中高音域にバランスドアーマチュア、そして低音域にダイナミックドライバーを採用している機種が多い。この3種のドライバー合わせ盛りの機種のことを、トライブリッドという。もちろん、どれかの種類が違っても、3種類積んでりゃトライブリッドだ。というわけで、まともなトライブリッドは、例えばナイス HC 系の NX7 系や、いや、NX7 はド変態だが、完成してるからまともの部類に入れさせてくれ。素晴らしい完成度を誇るトライブリッドというと、BQEYZ のスプリング、及びスプリング2、そして、その派生型のサマー、そして、LZ が販売している、今年のフラグシップモデル、LZA7 なんかが、僕が聞いたことのある素晴らしいトライブリッドたちだな。ちなみに、日本国内には、ピエゾツイーターとダイナミックドライバだけの構成だが、これらと同じ、透き通った高音域を持つ低価格モデルがある、アンティムの空、ライトは、完成度が高く、楽しいドンシャリモデルなので、ぜひとも興味のある人は掴んでみてくれ。さて、それらを踏まえた上で、今回の GK10 を見てみよう。スタビウッド風のフェイスプレートはプリントっぽいが、質感はすごくしっかりしている。カメラで接写しても、プリントの粒子の粗さなんかも浮いてこない。なぜハート型なのかはわからない。ちょっと気になるのが、装飾が全くない本体のブラックなプラ部品。これがフェイスプレートで覆いきれないデザインになっていて、チープさがなんとなくある。フェイスプレート周りに、接着の時にずれないようにか、盛り上がったフレームがあるのも、安いイヤホンに感じる原因だろうな。いや実際このイヤホンは安いんだが。また、僕より前に購入した人は、組み立て品質が、未経験のおばちゃんが組み立てたっぽい感じになっていて、製造したおばちゃんのロット選別に失敗すると、すごく安っぽく感じてしまう。いやまあ、このイヤホンは本当に安いんだけども。発売初期のものは、接着剤の漏れ、あるいは不足など、明らかに組み立てる人の経験不足から生じるような問題点が多かったので、そういう思考や計画優先のブランド、という印象を受けたな。実際、そんなブランドじゃないと、この価格帯のトライブリッドは作らないとも思うが、遮音性は平均的。装着にも特に不具合は感じなかった。こういうところは冒険してないな。あ、そうそう。パッケージは一見普通に見えるんだが、イヤホンケーブルを通すための加工がわざわざされたプレートに、ケーブルが通ってない。あれ欠品と思うかもしれないが、ちゃんと内部に太い交換可能ケーブルが収まっている。これは非埋め込みタイプの中華にピン端子だ。この仕様と価格にしては、かなり頑張ったケーブルじゃないかと思う。その結果がパッケージの何のデザイン性もない武骨さに繋がったんだろうが、色々と、無駄を削ぎ落とすついでに、たまに巻き込まれてそれは必要、という要素も削ぎ落とされているのが、何かと10年前の中華イヤホンを思い出す感じだな。ただ、10年前の中華イヤホンが抱えていたような、細部の精度不足や、考えなしから来るような不具合はない。アングラ関据え置きで精度は上がっているので、そこは安心だ。いや、まあ、このパッケージを見せられて、安心する日本人はそうそういないかもしれないが、本当に安心してくれ。
そんな感じで色々突っ込んでて楽しいパッケージを抜けて、ようやく音の話に入ろうか。キークオルド GK10 のドライバ構成は、ピエゾツイーターが1台、ダイナミックドライバも2台、さらに、バランスドアーマチュアドライバが1台だ。この構成、詳しい人ならどれだけど変態構成か分かっていただけると思う。まず、ピエゾが2枚。これ、LZ の最高級モデル、LZ-A7 くらいしか採用しているイヤホンを触ったことがない。より超高音域のピエゾツイーターの美味しいところを出しつつ、癖を取るために20配置にしたんだろうか。その狙いは的中していて、刺さりや不快な破殺音はほとんどない。ここは、他の低価格トライブリッドでは見られない、面白い挑戦だな。そして、ダイナミックドライバが2台。こちらもそれだけでも変態構成なんだが、またその内訳も度しがたい度変態構成だ。ドライバのサイズはそれぞれ異なり、7mm と 8mm で、おまけに、振動板の素材まで異なる。7mm の振動板は、グラフェンコート、8mm の振動板は、ドーム部分のみチタンコーティングが施される。なんだこれ、いや本当になんだこれ。この構成で、8芯と、魚菓子って適当に掴んできた魚で作った海鮮丼のような、コスパはいいんだけどそれとそれとそれ組み合わせるかというような。この闇鍋感は現地でやるからすごいのであって、これを中国から世界にデリバリーしてくるのがいかにとんでもないことか、正確に皆様に伝わっているだろうか。ピエゾツイーターを組み合わせたイヤホンなら、高音の声量感が期待できたりとか、バランスドアーマチュアが中間に入ったトライブリッドなら、中音域の美しさが期待できたりとか、それから、ダイナミックドライバも、グラフェンなら澄んだ音色が期待できたりとか、チタンなら高音域から低音域までまんべんなく鳴らせる音が期待できたりとか、腐っても4桁イヤホン聞いた人間として、何か少しくらいは想像できるが、こんなもん耳に入れるまでわかるわけないだろバーカバーカ。取り乱しました。そんなわけで、この値段でトライブリッド、という時点でだいぶ攻めてるのに、その内部のパーツは、おせち料理とハギスとぼたもちとメロンシャーベットと牛丼を混ぜたような。いや、イヤホンなら食い合わせと違って可能性はあるはずだ。このイヤホンがいかにデタラメな構成か、分かっていただけたと思う。ここに加えて、ビルドクオリティによる揺らぎまで発生して、レビュアー的には、完全に地獄の釜に花まで使った気分だ。この、個性の強すぎる素材の群れが生み出した、音色について話してみよう。混ぜすぎて濃すぎるドンシャリだ。予想できるかこんなの。とはいえ、その中で、各パーツが主張しているので、高音域が詰まった感じも、低音域が過剰な感じもない。日本の戦国大名みたいに、複雑に複数の勢力が絡まってかろうじてバランスが取れるというか。このイヤホン、決して完成度が低いわけではなく、特定の曲で音の強弱にムラができたりとか、そういうことは一切ない。ただ、なんというか、人種国籍性別思想国家宗教を全部無視して集まったスペシャルな集団が、よりにもよって全員で同じ丸太持って突っ込んでくるかのような。結果として奇跡的に、ピエゾツイーターイヤホンとしては若干重さがあるくらい、パワフルなドンシャリとして完成しているんだが、先導を多くして、船山に登るのようなありさまだ。いや、こいつの場合その山を爆走しやがるから性質が悪い。高音は、ピエゾツイーターの明瞭さがあるので、きちんと聞ける。中音域は若干パワフルすぎて距離が詰まってるが、それでもちゃんと形になってる。低音域は、ダイナミックドライバの直径が常識的なので、サブベースは出せるがそこまで主張してこない。これでサブベースまで主張してきたらただの地平を埋め尽くすオランウータンとゴリラの兵団だ。もう2つ、いや、5つ要素が少なかったら、それぞれの特性がもうちょっと分離して、とても聴いていて楽しいイヤホンになると思う。いや、現状も楽しいけど、これは飲み会の後の2次会の後の3次会の後の4次会くらいのグダグダっぷり。明確なターゲットがあるというよりは、積めるだけ積んでやれるだけやった、という、スペック至上主義の中2が作ったような一台だ。こんな妄想のようなものがこんな低価格で出てたまるか。というわけで、これは酔っ払いが酒のつまみに飲む酒のような、非常に限定的なシチュエーションと、楽しめる精神を持っている人向けの劇薬のように思う。あるいは、この投入されきった無数の合成毒が転じて薬になる場合もあるだろう。実際、きちんと形になっているので、高評価している人もいるっぽいからな。それがあるからイヤホンは恐ろしい。久しぶりにイヤホンがわからなくなってきた。イヤホン界の知名度ゼロのアベンジャーズみたいなイヤホンだ。音色を分解してみよう。このイヤホン、音色を分解し始めた途端さらにわからなくなるが。高音域、暖色でパワフルな音の合間にピエゾツイーターが風穴を開ける。と言っても、明らかに違和感があるわけではなく、強調されたキレがところどころに挿入されるんだな。
集音域、ここは特にボーカルのディフェンスが薄い場合がある。曲によってはボーカル曲は若干遠くなっていて、それぞれの楽器の音の表現能力を重視した印象だな。ドンシャリイヤホンってもともとこんなものかもしれないけど、でも突然ギターが伸びてくることもある。本当にわからない。低音域。ベースは太く、サブベースは出ている感じ。ここまで全点豪華主義だが、かろうじてサブベースが控えめなことによって全体のバランスが取れてるんじゃないだろうか。バランスで効くイヤホンじゃなく、要所要所の気持ちよさを限界まで詰め込んだ結果生まれたバランスだと思う。もちろん、空間表現も、一定の場所から場所のあたりで鳴っている感じはあるんだが、結構頻繁にブレる。と入っても疲れる感じではない。ちゃんと聞いていられる。新しすぎてとっちらかった印象になったが、これが欲しがりモンスター、GK10 の感想だ。これらの気持ちよい音の要素が完璧に需要にはまった場合、これ以上のイヤホンが見つけられない、という印象になる場合もあるかもしれない。しかし、僕にとってはこれ聞きすぎると多分イヤホンのレビューができなくなる。夢とロマンとチープさと、中華イヤホン以外では生まれいない奇跡の一台だ。このレビューを聞いていても立ってもいられない人はポチれ、Amazon でプリメ配送対応だ。ドン引きの人は俺と一緒にちょっと日光に当たってひまわりでも眺めよう。と、こんな感じだな。ひどいレビューになった。自覚している。だが考えてもみてくれ。僕はこのイヤホンのスペックを見た時に頭突き目つぶし金敵を一気に食らった気分になった。この反則技コンボを低価格で手元に置ける。それが GK10 の魅力なんじゃないかと思う。好みに合致する場合は、おそらくとんでもなく高評価になるしな。そんなわけで今回はここまで、普段の7倍くらい疲れた、